はい、ヤギ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は7月23日までのこの期間に絞ってタロットリーディングさせていただきます。前回と前々回とね、結構しっかりと夏の説明させていただいたので、ちょっと星の補足説明少なめにしてタロットリーディングいきますね。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ソードの2、ソード6、ワールド、ジャッジメント逆、カップ10逆、カップの3、忍者、はい、気をつけることで対策が女教皇とワンドの6逆とオラクルはじゃん、ワンドキング逆ですね。なるほど。ちょこっとだけね、星の補足説明させていただくとなんですけど、とにかく7月の23日以降から前回の7、8、9月のところで解説したみたいな、なんかこう裏方の世界が盛り上がるよみたいな感じなわけです。誰かにサポートされてたりとか、誰かとのつながりが良くなったりとか、もうその流れはもう6月の30日以降なんですけど、まだ太陽がこの蟹座に入っている時期23日までっていうのは非常にパートナーシップが強調されています。まだそこに光があるんですね。なのでなんか最後のなんて言ったらいいのかな、すごく強調されていた関係性においていろいろあったけど、最後のこう綺麗な締めくくりみたいな感じで、ちょっとこう人に対しての自分のここまでやってきた自分の他者に対しての学びっていうものがこう完成されていくみたいな、そんな感じがあります。どうでしょう、何かありましたか？カードで見た時もですね、ソードの2っていうのが出てるんですよね、入り口でね。でちょっとこの7月の3、4、5日とか、もしくは4、5、6日、その前半ですね、最初の1週目ぐらいっていうのはすごくその動きが早くて、特にヤギ座さんにとっては日常生活においてやることがいっぱいあるとか、雑務をこなさなければいけないとか、もう何かを整えなければならない、自分の仕事とか健康とか日常生活をちゃんと整えることでやることがいっぱいあるよっていう感じがあって、なのであんまりなんか揺さぶられたくないみたいな感じもあったり、とにかくこう穏やかに行こうよみたいな、なんかそういう感じがすごくあるんですね。で実際穏やかに行けますよっていうふうに出てますので、ヤギ座さんが望むように生活はきちんと整えられていくって感じだと思うんです。で少し前にやはりワールドっていうカードが出てるので、何かを達成したとか、やっぱりこの人たちと関われてよかったなとか、そういう他者を通しての学びっていうのがすごく大きかっただろうし、それを他者との関わりを通して自分が体験できたこの現実っていうものがすごく豊かだったなって、大きかったな、学びが大きかったなとか、本当に豊かだなってことを感じられたんじゃないでしょうか。とてもなんか意識が広がってる感じがあり、なんか小さいことでギューってなってるというよりは、なんかもっと広い感覚で物事を捉えて、もちろん細々したね悩みとかそれはあったとしても、それはそれとしてなんか自分が今生かされていることとか、その今の現実っていうものの中でちゃんと喜びを豊かさっていうのを見ているんだなって感じがしました。すごく素晴らしい意識だと思います。そして現状のところでジャッジメントの結果が出ているので、何かすごく自分がこの世界というかね、今の環境がなんだかんだ言って自分にはベストなのかもしれないとか、なんだかんだ言って今の環境って自分は恵まれてるなとか、何か感じたことに対して、ということはなんか自分がこんなにもなんか意識が広がって感覚が良ければ、その流れでなんか他者も変わるんじゃないかとか、家族も分かってくれるんじゃないかみたいなとか、なんかそういう期待がバーッと広がった感じがあるんですけど、そこはでも現実的に、いやでもこうですよねみたいな感じでちょっと戻された感じもあって、なのですごく例えばですよ、豊かな気持ちで自分の親に対しての感謝とか、いろいろ恨みつらみもあったけど、でも豊かだったなとか、ありがたかったなとかって思って意識がバーッと広がっていった時に、でもなんか親が残したなんか負の遺産とかそれをちゃんとしなくちゃいけない現実みたいなのがダーンときて、これやるんですねみたいな感じで片付けしたりとか、
そういうのもあるかもしれないし、実際にこう生きてらっしゃる家族間の中でのことかもしれないし、ご自身がちょっと期待していたことっていうのがその期待通りというよりはやっぱり現実的な対処っていうのをしなくちゃいけないっていうのが今目の前にあるのかもしれないですね。でもそれはそれでいいんですよ。それはそれなんです。ただなんか人間関係っていうのはやっぱとてもなんか広がっていて豊かなので、ご自身が思ってる以上に家族は八木瀬さんのことを理解してくれてたりとか、周りの人も家族のように温かく見てるんじゃないかなって感じがします。そしてその後カップの3が出てたりとか忍者っていうのが出ているので、やはり誰かと仲間とか誰かとこう祝杯をあげているというかな、よかったねとかやったよねとか頑張ったよねということでなんか目標達成した後の喜びをみんなでやってるっていうのがあるので、もしかしたらお仕事でも一つ達成したとか一つの区切りがプロジェクトが一つ終わって達成ってこともあるのかもしれませんしね。でその後どうしようかなみたいな、なんか自分はこのままどの方向に行こうかなみたいな感じちょっと考えてるなって感じはあります。何かをちょっとどんなことを達成されたんでしょうね。それを皆さんがご自身の中で感じてみてくださいね。私はこれを一生懸命やって、そしてこれはもう消化したなとかちゃんともう乗り越えたなっていうことを自分の中で収めておいてくださいね。でそれをしっかりと味わって自分なりのお祝いだったりとか自分へのねぎらいだったりをした上でやっと次のことを考えられるって感じです。なんか上からなんか乗せていくことはできない。一つずつちゃんと終えていくって感じがします。そして何かさっき言ったその7月の7月の前半っていうのはなんかとてもなんか日常生活が結構目まぐるしい感じもあって、お仕事もある、自分の習い事もある、家族の行事もある、なんか親のこともあるみたいないろんな方面にやることがあって一つのことに集中できないみたいな感じもあるんですね。だからこそ何か自分が決めていきたい方向性を決めていきたいと思った時に、いやこれが収まらない限りはちょっとこっち行けないしとか、そういうメリットデメリットとか自分が行きたい方向に対しての喜びもあるけど障害も感じるみたいな、何かそういうちょっと行ったり来たりみたいな感じがあります。でもこれはちょっと仕方がないというか、特に7月っていうのは全体的にはとってもいい風に流れているんですけれども、特に6月の30日から7月24日までっていうのはコミュニケーションとかビジネスを表す彗星が逆行しているので、ちょっと他者との関係の中で気を使ったりとか、自分が進んでいきたいことに対して他者から反対を受けているように感じたりとか、そういうことも感じやすいのかもしれません。でも覚えていただきたいのは、その他者から反対をもらってるわけじゃないんですよね。なんか自分がそのように感じているだけっていう感じがあって、なぜならば例えばですけど、自分が何かをやっていきたいってなったらみんなが応援してくれるとかみんながサポートしてくれたら OKって思うかもしれませんが、本当にやりたいことって逆に誰かからのなんか反論だったりとか妨害だったりとか、そういううまくいきにくいような流れがあってでも試されるっていうのかな、それを超えていくぐらいやりたいですかみたいなことを試されてるだけで本当の妨害ではないと思うんですね。なのでなんだか今自分が本当にこれをやりたいんだって思う目的があればすごく活性するし嬉しいんだけど、ちょっとそれが今見えにくいっていう感じがあります。で私が思うには、そんなに焦ってすぐに次の目標だったりとか、なんかそういう人生の指針みたいなものを探さなくてもいいんじゃないかなって感じがしました。っていうのが先ほど言ったみたいに、やっぱり一回自分がここまで頑張った自分を十分ねぎらってゆっくりしてほしいっていうのもありますし、なんか人との関係の中で今特にパートナーシップがまだすごく光ってるから、人との関係の中でまだ何かちゃんと解消してない何かがあるみたいな感じがあって、それを他の人と関わることによって消化できたりとか理解できる、やっぱりあの時のあれはこういうことだったんだなみたいなことが自分の中で分かる、それもちゃんと収めてからの方がいいんじゃないかなって感じがしました。ちょっとこれを踏まえた上でお仕事のこと見てみましょうか。ちょっと待ってくださいね。
ワンドの5、ペンタクスの2、ワンドの6ということで、ワンドの6、2枚出ましたね。ワンドの6というのはなんか物事がうまくいくよとか勝利だよとか、あとそういういい知らせを聞くよみたいな感じのカードなんですね。でもやっぱりワンドの5とかも出てますし、やっぱ仕事ってなるとなんか雑用が多いというか、やっとかなきゃいけない、なんかいろんなことを総合的にマルチでやらなきゃいけないみたいな、なんかそんな感じがあって、ちょっとせわしないなって感じはあります。でもだからこそなんかこういろいろ回るっていうか、お金も出ていくけど収入も入ってくる、収入入ってくるけどまた出ていくみたいな、そういうこうジャグリングのようにこう上がったり下がったりしてるっていうようなエネルギーもあります。そしてなんか仕事を推し進めていくというそのなんかモチベーションというか、後ろから押されてくるような応援のエネルギーっていうのがこう他者から他者を通じてなんかとてもいい刺激をもらえそうなんですけど、単にすごいねとか、いや素晴らしいですね、もっとやってくださいとか、じゃあこれ依頼したいですみたいな、こう単に持ち上げられてうまくいくようなモチベーションではないと。じゃなくてどちらかというとなんか、ライバルとかあっちの人はあんな風なやり方をしてうまくいっているとか、そういうことを見たり聞けたりすることによってなんかちょっと、私は本当はどうしたいんだろうかとか、それを聞いてどういう感情になるんだろうかとか、それによって仕事のなんか方向性っていうのが少し見えてくるのかなって感じがしました。なのでこう飴とムチだったら飴じゃないってことですね今回は。かといって別にムチほどビシバシくるわけじゃないけど、なんか自分一人で戦っていかなきゃいけないとか、この状況をこなさなければならないみたいなエネルギーの方が強くて、仕事は。でも逆にこれこなせたらすごいですけどねっていうぐらいの仕事量っていう感じがあって、なので、それをこなして鍛えていくのか、それをこなしながらやっぱり私はもうちょっとゆっくりしたいなと思うのか、なんかそういう答えが見えてくるよって。だからこう仕事の成果だけを追い求めるのではなく、生活やバランスっていうものを見ながら感じてくださいねっていうのがメッセージだなと思いました。ちょっと人間関係見てますね。人間関係の方がなんかちょっとなんか学びが大きい感じがしますけどね。人間関係はカップの3、また出ましたよ。いいですね。ソード10、カップのキングということで、このカップの3が2枚も出ているということなんですけど、カップの3っていうのはなんか本当に目標達成、みんなでお祝いみたいな、そういう感じなんですよね。喜びをみんなで分かち合ってるみたいな、そういう感じなので、やはり何か一つ気の置けない仲間というか友達と、同僚でもいいです、一つ手をつないで喜んでるって感じがありますので、そういう機会があるのかなと思いますし、ただもう一つソードの10とかカップのキングっていうのも出ているので、なんかこう柳田さんが持ってらっしゃるこの人間関係の種類がいろいろあるんだなって感じがします。例えば同僚とか仲間とか前からの友達に関してはもう変わらずずっと仲良くて、普通に飲みに行ったりとか遊びに行ったりとかできる仲間、ここはもう安定なんですよね。だけどなんかまた違う人に関してはなんだかちょっとこれは事実傷つけられたということではないとは思うんです。自分が勝手に他者と比べて私はダメだとか、相手からは私はこの人に相手にされていないというような感じがしたりとか、そして自分がなんか傷つきたくなっているみたいな感じなんですけど、でも実際はカップのキングとかもあって、本当は非常に優しくされていたりとかしてるんですね。なので柳田さんのことを思って言ったことが柳田さんにとっては違う風に受け止めてガーンみたいなこともあったのかもしれないなと思いました。だから関係性、例えばパートナーとか恋人とかそういう人との関係はとてもいいんです。でもなんか上司とか分かんないですけど、誰かからの言葉に関してはなんか自分が否定されてるような気持ちになったりとか、そういう風になんかこの関係はいい、この関係もいい、でもこの関係だけ嫌みたいな、なんかそういうような感じがあるのかなと思いました。でも全体を通してやっぱ23日まで星の動きとしてはね、関係性に光が当たってるわけですから、その中でご自身が何を感じるか、私やっぱり人からの応援が欲しいんだなとか、
サポートが欲しいんだなみたいなことを感じてもいいし、素直にそう言っていってもいいんじゃないかと思いました。そんな感じです。いかがでしょうか。何か参考になりましたよとか分かったよという方はぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えていただけると嬉しいです。では最後にもう一枚オラクルカードを引いてみますね。闇田さんの7月23日まで。はい。どうでしょう、このカード。このカードを見て皆さんもご自身の直感でメッセージ受け取ってくださいね。なんだかとってもバランスがいい、自分自身の体を整えていくみたいな感じがしまして、これはいいと思いますよ。お仕事もすごくなんかちょっとわちゃわちゃと忙しいですけれど、全ては自分の体が整っていればスムーズにいくと思います。はい、ということでありがとうございました。ぜひいい時間をお過ごしください。失礼します。